皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気でしたか？今回は日本料理、和食についてお話をします。私は日本人の普通の母親ですので、日本の家庭料理についてお話をしたいと思います。まず、日本料理、和食を作る上で大事になってくるのは調味料です。今回は日本の調味料の中から4つを紹介し、その後に簡単な家庭料理をお伝えしますね。それでは始めます。最初の調味料は醤油です。醤油は見た目が真っ黒です。この醤油は大豆、小麦、塩から作られています。この3つが組み合わさって発酵し作られる発酵調味料なんですよ。醤油はすべての日本人が必ず使う調味料です。日本人はこの醤油へのこだわりが強いと思います。昔ながらの製法で作られた醤油は格別に美味しいので、ぜひそんな醤油を見つけてくださいね。紹介するのはみりんです。みりんはもち米、米麹、焼酎を合わせて10日熟成させたものです。こちらも発酵調味料です。甘いので砂糖の代わりに使うこともありますが、お酒なのでそのままは使わずに煮込み料理に使います。お料理に旨味、香り、コク、艶を与えます。3番目に紹介するのは日本酒です。スーパーには料理酒も売っていますが、私は日本酒を使います。日本酒の方が美味しくなると思っています。日本酒を使うことによって味が染み込みやすく甘みも増します。また、魚や肉の臭みも消してくれるので、魚やお肉にそのまま振りかけることもあります。日本酒は旨味成分も増やしてくれるそうです。最後に紹介するのはお出汁です。お出汁とは昆布や鰹節などから煮立てたお汁のことです。これを作るのは少し手間がかかるので、スーパーなどでパックや粉で売っているものもありますので、そちらを手軽に使うのもいいと思います。では、日本人がよく作る家庭料理について話していきたいと思います。皆さんは肉じゃがをご存知ですか？私は昔から肉じゃがが大好きです。甘くてホクホクしてとっても美味しいですよ。肉じゃがの作り方を今からお話ししますので、ぜひ聞いてくださいね。では、早速肉じゃがの準備を始めます。必要な材料は次の通りです。じゃがいも2個、玉ねぎ1個、人参1本、お肉 200g、牛肉が基本ですが、豚肉や鶏肉でも大丈夫です。糸こんにゃく、こちらはあればで良いです。調味料は醤油、みりん、お酒です。量は1対1対1で大さじ3ずつです。あればお出汁も入れてください。お出汁は小さじ1くらいで大丈夫です。野菜はカットしていきますね。皆さん、人参やじゃがいもの皮はどうやって剥きますか？私はピーラーを使います。ピーラーは日本語で皮剥き器とも言います。そのままですね。じゃがいもと人参は乱切りに包丁で切ります。じゃがいもはゴロッと大きく切ります。じゃがいもは切った後、水につけておくとアク抜きができていいですよ。玉ねぎはくし形に切ります。お肉は別で茹でてもいいですし、
そのまま先にお鍋の中で焼いても大丈夫です。お鍋に玉ねぎ、人参、じゃがいも、お肉を入れます。そして先ほどの調味料を入れて、沸騰したら弱火で20分ほど煮込むと、ホクホクの肉じゃがが出来上がります。私の作り方はお水を使わない鍋の調理法ですが、普通の鍋を利用される方が多いと思います。その場合は必ずお水を 300cc から 400cc、もしくは昆布などで取ったお出汁 300cc から 400cc を入れてから調味料を入れてくださいね。私の肉じゃがの作り方はこんな感じですが、日本の各家庭によってそれぞれのこだわりがあると思います。レシピは検索するとたくさん出てくるので、ぜひ自分の好みに合わせて作ってみてください。これで晩ご飯も進みますよ。ちなみに日本の家庭料理でよく作られるものには、今話した肉じゃがのような煮込み料理が多いですね。他にも煮魚、かぼちゃの煮物、大根の煮物、おでん、筑前煮などが代表的です。味付けは醤油、みりん、お酒が基本です。また、やはりそこにお出汁を使うことで、とっても優しい味になります。お出汁をたくさん使って、醤油、みりん、お酒は少しだけにするのもおすすめです。本当に素材の旨味を楽しめる優しい味になりますよ。ちなみに旨味は食材から感じられる特有の味の一つです。甘み、塩味、酸味、苦味に次ぐ第5の基本味とされています。旨味は特に日本料理において重要な要素です。料理の美味しさを引き立てる役割を果たしています。日本料理を食べる際には、その旨味をぜひ感じながら食べてみてくださいね。皆さんの国で一番よく作る家庭料理は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気でしたか？今回は日本料理、和食についてお話をします。私は日本人の普通の母親ですので、日本の家庭料理についてお話をしたいと思います。まず、日本料理、和食を作る上で大事になってくるのは調味料です。今回は日本の調味料の中から4つを紹介し、その後に簡単な家庭料理をお伝えしますね。それでは始めます。最初の調味料は醤油です。醤油は見た目が真っ黒です。この醤油は大豆、小麦、塩から作られています。この3つが組み合わさって発酵し作られる発酵調味料なんですよ。醤油はすべての日本人が必ず使う調味料です。日本人はこの醤油へのこだわりが強いと思います。昔ながらの製法で作られた醤油は格別に美味しいので、ぜひそんな醤油を見つけてくださいね。次に紹介するのはみりんです。みりんはもち米、米麹、焼酎を合わせて10日熟成させたものです。こちらも
発酵調味料です。甘いので砂糖の代わりに使うこともありますが、お酒なのでそのままは使わずに煮込み料理に使います。お料理に旨味、香り、コク、ツヤを与えます。3番目に紹介するのは日本酒です。スーパーには料理酒も売っていますが、私は日本酒を使います。日本酒の方が美味しくなると思っています。日本酒を使うことによって味が染み込みやすく、甘みも増します。また、魚や肉の臭みも消してくれるので、魚やお肉にそのまま振りかけることもあります。日本酒は旨味成分も増やしてくれるそうです。最後に紹介するのはお出汁です。お出汁とは昆布や鰹節などから煮立てたお汁のことです。これを作るのは少し手間がかかるので、スーパーなどでパックや粉で売っているものもありますので、そちらを手軽に使うのもいいと思います。では、日本人がよく作る家庭料理について話していきたいと思います。皆さんは肉じゃがをご存知ですか？私は昔から肉じゃがが大好きです。甘くてホクホクしてとっても美味しいですよ。肉じゃがの作り方を今からお話ししますので、ぜひ聞いてくださいね。では、早速肉じゃがの準備を始めます。必要な材料は次の通りです。じゃがいも2個、玉ねぎ1個、人参1本、お肉 200g、牛肉が基本ですが、豚肉や鶏肉でも大丈夫です。糸こんにゃく、こちらはあればで良いです。調味料は醤油、みりん、お酒です。量は1対1対1で大さじ3ずつです。あればお出汁も入れてください。お出汁は小さじ1くらいで大丈夫です。野菜はカットしていきますね。皆さん、人参やじゃがいもの皮はどうやって剥きますか？私はピーラーを使います。ピーラーは日本語で皮むき器とも言います。そのままですね。じゃがいもと人参は乱切りに包丁で切ります。じゃがいもはゴロッと大きく切ります。じゃがいもは切った後、水につけておくとアク抜きができていいですよ。玉ねぎはくし形に切ります。お肉は別で茹でてもいいですし、そのまま先にお鍋の中で焼いても大丈夫です。お鍋に玉ねぎ、人参、じゃがいも、お肉を入れます。そして先ほどの調味料を入れて、沸騰したら弱火で20分ほど煮込むと、ホクホクの肉じゃがが出来上がります。私の作り方はお水を使わない鍋の調理法ですが、普通の鍋を利用される方が多いと思います。その場合は必ずお水を 300cc から 400cc、もしくは昆布などで取ったお出汁 300cc から 400cc を入れてから調味料を入れてくださいね。私の肉じゃがの作り方はこんな感じですが、日本の各家庭によってそれぞれのこだわりがあると思います。レシピは検索するとたくさん出てくるので、ぜひ自分の好みに合わせて作ってみてください。これで晩ご飯も進みますよ。ちなみに日本の家庭料理でよく作られるものには、今話した肉じゃがのような煮込み料理が多いですね。他にも煮魚、かぼちゃの煮物、大根の煮物、おでん、筑前煮などが代表的です。
味付けは醤油、みりん、お酒が基本です。また、やはりそこにお出汁を使うことで、とっても優しい味になります。お出汁をたくさん使って、醤油、みりん、お酒は少しだけにするのもおすすめです。本当に素材の旨味を楽しめる優しい味になりますよ。ちなみに旨味は食材から感じられる特有の味の一つです。甘み、塩味、酸味、苦味に次ぐ第5の基本味とされています。旨味は特に日本料理において重要な要素です。料理の美味しさを引き立てる役割を果たしています。日本料理を食べる際には、その旨味をぜひ感じながら食べてみてくださいね。皆さんの国で一番よく作る家庭料理は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。